Nippon Hoso Podcast Station. Today we are continuing with 時をかける少女 or The Girl Who Leapt Through Time。 あの絵未来へ帰って見てね。もうなくなったり燃えたりしない千秋の時代にも残ってるようになんとかしてみる。ああ、よろしく頼むよ。帰らなきゃいけなかったのにいつの間にか夏になった。お前らといるのがあんまり楽しくてさ。 So in English, that painting, go back to the future and enjoy it. It's not going to get lost or burned anymore. I'll do my best to make sure it's there for you in your era. Sure, I'd appreciate that. I was supposed to go back, but before I knew it, it was summer. I was just having too much fun with you guys. いや本当に言語をまたぐジョークというのは本当に難しくて、私天木サリーはですね、銀玉が大好きなんですけど、アニメイングリッシュクラブでまだ一度も銀玉を取り上げていないのはそれが理由なんですよ。 Anime English Club with Sal Yamaki。Hello everyone and welcome to episode 66 of the Anime English Club. I'm your host Sal Yamaki. 今週もよろしくお願いします。Dead we've got mail. ハピバスよりいただきました。ハピバスさんありがとうございます。サリーさんこんにちは。こんにちは。いつも楽しく見て聞いています。おかげさまでこの1年間30分ほどですが、ほぼ毎日聞いてきたので、耳が英語を拒絶することなく受け入れられるようになりました。ありがとうございます。唐突で気の早い話ですが、アニメをテーマにした次は、コメディを取り上げたイングリッシュクラブが見たいなと思いました。アニメはもちろん、映画やドラマに出てくるジョークを日本語から英語から日本語にする際の工夫や苦労や文化的違いは面白そうでとても興味があります。ジョークなら日常で使いやすいので、今度は舌が英語を拒絶することなく受け入れられそうですからね。お体に気をつけて。チャオということで。ありがとうございます。いや本当に言語をまたぐジョークというのは本当に難しくて、私天木サリーはですね、銀玉が大好きなんですけど、アニメイングリッシュクラブでまだ一度も銀玉を取り上げていないのはそれが理由なんですよ。なかなか難しいんです。直訳というか英訳和訳するのが。それで言うと結構銀玉とかって時事ネタが多いじゃないですか。だからこれ当時私が海外で銀玉を見てた時に字幕が本当すっごいことになってて字幕自体は普通に英訳結構直訳されるんですけど、上の方の字幕でなぜそれが面白いのかっていうのを日本では今こういう政治的な問題がありまして、で政治家の方がこういうことをしたので銀さんがこれの行動をとっていることがこんなにも面白いんですみたいな感じとか、あとそれで言うと、コメディじゃないんですけど、名探偵コナンとかもすっごい難しいのがダイイングメッセージとかが、例えばすっごい簡単に言うと、じゃあ天木が誰かを殺したとしたら、もうあって書くとするじゃないですか、ダイイングメッセージで。でもその海外の人たちがあを見たところで天木だとはならないじゃないですか。そもそもひらがなが読めないので。なんですけど、結構名探偵コナンに関しては強行突破してますねこれがあって書いてあるから天木なんだみたいな感じの、あって書いてある、へえみたいなその察してねがありますね。だから作品によっては違うんですけど、そういうのもあって銀玉の英語吹き替えがないんですよね。はい、銀玉は全員みんな海外の方も字幕で見ています。はい。あとジョークの伝わりが少ないなっていうか、文化によって違うなってこの間ちょうど思ったのが、今もまだ上映してるかわかんないんですけど、2026年から映画館で流れてます羊探偵、知ってますか？羊探偵、Sheep Detective っていう映画があるんですけど、そこで結構パラパラとアメリカンジョークが入り込まれてたんですけど、私は字幕バージョンで映画を見に行ったんですけど、同じくその英語分かってたりとか海外で暮らしてたんだろうなみたいな方々が映画見てると、みんなでクスクスって笑うんですけど、一緒に見に行ってた日本人の友達とか他の日本人の方々は結構ポカーンとしてる部分とかもあって、例えばで言うと
アメリカのジョークで Why did the chicken cross the road? っていうジョークがあるんですよ。ジョークっていうか結構謎々というか、どうしてあの鶏はこの道を渡ったのでしょうかみたいな。結構人によって答えは違くって、だから Why did the chicken cross the road? Because he wanted to get to the other side とか、なぜあの鶏は道を渡ったんですか？反対側の道に行きたかったからっていう答えの人もいれば、なんかこっちにすごく苦手なタイプの女性がいたからとか、本当なんか自由に何でも答えられるんですよ。でも結構なんかジョークの初歩中の初歩というか、もうなんか幼稚園児が初めて覚えるジョークぐらい結構アメリカ人だったら誰でも知ってるフレーズなんですよ。 Why did the chicken cross the road? でそれで羊探偵の時に羊たちがその自分たちがいた牧場から一歩出るのがすっごい怖くて、なんか事件を解決するにはそこの道を渡って反対側の村があるところに行かなきゃいけないのに、どうしよう、でも牧場出たことない、この道渡れないかもって時にちっちゃい鶏がその道を渡ってったんですよ。それ見るだけでもうアメリカ人たちは大爆笑なんです。 Why did the chicken cross the road? のなんかもう子供の頃から知ってるジョークのなんかすごいなんていうんですかね、なんかそのままのシーンだみたいな感じで笑えるんですけど、結構なんか日本だとわからないじゃないですか。なので結構みんな普通に見てたので、これが伝わらないのもったいないってなったりとかはしてますね。でも全然逆もしかりなので、はい、なんか日本の映画が英語バージョンになると全然伝わらないみたいなのもあるので、コメディはだいぶ難しいですよね。本当だからこれもしかしたら何回も言ってるかもしれないんですけど、その言語を話せるようになるのは簡単っていうか、第一レベルとしていけたとしても、本当にその文化に染まったかどうか分かるには、その文化のコメディ映画を見て全ジョークで笑えるようになったら、本当になんかその国の人になれたってくらい、もうその言葉を知っているんだっていうことだよっていうのを昔学校の先生が言ってて、でも本当にその通りだなって思いますので、皆さんぜひとも AEC で勉強しながらもちょくちょくと海外コメディとかも見ていってくださいね。はい、ということでLet's go into today's episode. Today we are continuing with 時をかける少女 or The Girl Who Leapt Through Time. So The Girl Who Leapt Through Time is a 2006 animated film directed by Mamoru Hosoda based on the novel by Yasutaka Tsutsui. The protagonist is a second-year high school student named Makoto Konno who is close friends with two male classmates, Kosuke Tsuda and Chiaki Mamiya.One day, Makoto mysteriously gains the ability to time leap. As she uses her new power to solve problems and erase things that are inconvenient for her, the story unfolds in unexpected ways, becoming a sweet, sad, and poignant coming-of-age story. In our last episode, we learned various expressions about relationships from a conversation scene between Kazuko and Makoto. Hi, so this is our last episode talking about the girl who leapt through time, but I feel like I had something I wanted to say about this. なんか言いたかったことがあるんですけど、なんだったっけかな。タイムリープの話は後でするんですけど、この映画見て私が感じたことなんかあったんだけどな。なんだったっけかな。でもこれちょっと文化的な話になっちゃうんですけど、文化的な話っていうか、なぜ日本のアニメーションって学生がめっちゃ多いんだろうって考えてたんですよ。I was thinking why there's so many like Japanese series about high school students when they're looking at the population, there are more adults, right? Is it because of the uniform? Like it's easier to animate? Is that what it is? 制服の方がアニメーションするときに簡単だから、なんか制服の作品の方がアニメ化されてるんですかね。なんかいろいろ考えてたんですよ。なんかその漫画夜中読んでて、こんなにも面白い社会人漫画がいっぱいあるのに、なぜこんなにも制服を着た人たちばかりがアニメ化されるのだろうって考えてたんですけど、アニメーションの都合上なんですかね。どう思いますか？
違いますか？あの頃良かったなの人の割合がどれぐらいいるかじゃないですか。あの頃良かったなの割合。Really? 私あの頃より全然大人の方が楽しいですよ。多分そこなんですよ。でもこれ私がこっち側の人間なので言ってもいいと思うんですけど、アニメをなんかアニメ界隈で働いてる人ってあの頃良かったなって思ってる人少なくないですか？私のような人間が多いと思うんですよ。学生時代別にそんな楽しくなかったって。今は違うんですかね。あの頃良くなかったですよ。あの頃良かったなって理想の青春時代みたいな。理想の青春時代か。まあそれはありますよね。確かに夢をアニメーションで。確かにそういうことですね。なんかそんな気がします。なんか確かに私も青春で結構、はい、その大人になってからの方が楽しい思想の方がそうですね。でかい気がするんですけど。そうです。なんか海外は大人の作品の方が人気というか、それこそ日本でなんか中学生みたいっていうとなんか喜ばれる方が多いんですよ。なんか中学生みたい、高校生みたいななんか学生って思われちゃったみたいな。もう悪口ですからね、それ海外で言ったら。垢抜けてないってことみたいな。私の卒アル見せるよみたいな。このブスが今ってことみたいな感じ。ってぐらいなんかみんな過去の学生時代の自分に対してもう黒歴史と思ってるので、なんかそこも結構文化の違いを感じますね。はい。時をかけるなぜそれを感じたのかわかんないんですけど急に思っちゃいました。はい。So the line we are diving deep into today is this one. ででん。あの絵、未来へ帰って見てね。もうなくなったり、燃えたりしない。千秋の時代にも残ってるように。なんとかしてみる。よろしく頼むよ。帰らなきゃいけなかったのに、いつの間にか夏になった。お前らといるのがあんまり楽しくてさ。So in English, that painting, go back to the future and enjoy it. It's not going to get lost or burned anymore. I'll do my best to make sure it's there for you in your era. Sure, I'd appreciate that. I was supposed to go back, but before I knew it, it was summer. I was just having too much fun with you guys. Hi. So this is a line from the final scene of the story. Just before Chiaki makes his final time leap to return to his own era, Makoto promises to protect the painting, which was the real reason Chiaki came from the future. And Chiaki, while thanking her, looks back on the summer he spent with Makoto and her friends. It's a memorable scene where the two are talking by the river just before they part. Hi. One of the most famous lines in Japan. 未来で待ってる. I'll wait for you in the future. It's a metaphor, right? Like he's not actually waiting for her. He's waiting for the picture. He's waiting for the picture, guys. He's not actually waiting for me. But yeah. はいですね。でもなんで帰んなきゃいけなかったのか知りたいです。小説だともっとわかるんですかね。なんかなぜ Why did he have to go back? He could have just stayed, you know, if he loved me enough. どっちにしろその、はい、タイムリープしたことを知られてはいけないっていう、そのルールがあるので。でもそれ別にタイムリーパーポリスが来るんですかね。Like is the time leaper police officer is going to be like, hey, you told the people in the past that you time leapt. なんかそのなんていうんですかね。見えない偉大な存在がある日現れて、タイムリープというものを人間界に配っただったらまだわかるんですよ。その掟を破ってしまって僕はここから消えてしまうみたいな。でもなんか未来で開発されたって言ってたじゃないですか、千秋は。なので戻らないことに別になんか捕まることはないのでは。なんか自分の体がどんどん薄れていくとかもないような気がするんですよね。痛ければ千秋が。はい。まあでも掟を破っちゃったで一度姿を消してるってことは、はい。破っちゃった以上なんかあるでしょう。向こうのフューチャーポリスメンたちが千秋を何かしらの手段で向こうに戻して、なんかもう一生君はタイムリープできませんみたいな。強制送還されちゃうらしい。強制送還されちゃうんですね。その設定知らなかったです。強制送還。
じゃあ最後の1個使って強制送還されたら帰れたってことですよね。なんかもう未来に帰れない、もうなんかゼロになっちゃったからもう未来に帰れないんだじゃなくってもう話せば帰れるってことですよね。送還された作品が多かった話だ確かに。でも罪なんですかね。ちょっとなんか未来が気になります。I'm like is it against the law to tell people in the past that you're from the future? Because I'd be telling everybody left and right, I'm like, I'm from the future, guys. Hi. I know more than you because I'm from the future. Or would that be dangerous? I feel like that might be dangerous. Yeah, I might get caught in the past and then I might be used for like scientific experiments, actually. So maybe I will keep it a secret. But I just can't keep my mouth shut, guys. I can't keep my mouth shut っていうのは、口を慎めないということですね。もう黙ってらんない。I can't keep my mouth shut. はい。です。Now let's look into the phrase. はい。Let's break down the vocabs. Make sure 〇〇。確実に〇〇する。必ず〇〇するようにする。だから、I'll make sure it's there for you in your era. 残っているように何とかする make sure は日常会話からビジネスまで幅広く使われる表現ですね。まあ家で言うと make sure you lock the door は、戸締まりちゃんとするのよとかmake sure you do your homework ちゃんと宿題するのよとか誰かの秘書とかだったらmake sure you put it on the calendar カレンダーにちゃんと書いとくようにしといてねみたいな make sure 何々確実にするようにしといてね make sure はいだ make sure make sure sure が確実っていう意味なんですよ。なんか Are you sure? とか聞くじゃないですか Are you sure? のそれ本当にそれ確実みたいな Are you sure? それ確実なのだから make sure は確実メイクは何かを作るなので確実を作り出す、直訳するとそういう意味なんですけどだから二度確認なんか何回も確認してちゃんとそれが正しいかどうか見てねっていう感じですね make sure ですはいだから点呼取ってねみたいなことですよねはいそういうことです make sure next I'd appreciate that はいだから千秋が Sure I'd appreciate that よろしく頼むよって言ってるんですけどそれはありがたいよろしく頼むよ I'd appreciate that よろしく頼むよありがたいって意味なんですけどthank you よりはなんて言うんですかね本当にもっと奥深いというかありがとうとかじゃなくてそうしてもらえるとありがたいよみたいなニュアンスです I'd appreciate that ですねはいでもちょっと千秋の LINE に戻っちゃうんですけどこれ私だったらよろしく頼むよを Sure I'd appreciate that に直訳しないと思うんですよI'd appreciate that よろしく頼むよよろしく頼むよなんだろうなまずこのを Sure にしないと思うんですよなんか私的なニュアンスで Sure ってなんかうんとかのニュアンスで使う sure ってちょっとなんか不確かな感情なんですよねだから例えばだけど一緒にちょっとプレゼン怖いから一緒にプレゼンやってくれないみたいな感じで聞いてsure みたいなまあいいよみたいなみたいな結構めっちゃ乗り気じゃないんですよ Yeah sure みたいななのでこれだからデートに誰かじゃあ誘って一緒にディナー食べない Sure だったらそんな私のこと好きじゃないのかなぐらいのなんか Sure ってそういうニュアンスがあるのでこの場合千秋のよろしく頼むよは Sure じゃなくて Yeah とか普通にシンプルに本当に Yeah とかとかでよかったんじゃないかなとは私は思いますあとよろしく頼むよ I'd appreciate that もうよろしく頼むよのニュアンス的に Yeah, I'm counting on you とか like I'll look forward to it とかでも大丈夫だと思います I'm counting on you は
君に託してるよみたいな I'm counting on you だから count on me とかあるじゃないですか。私に任せてよみたいな count on me だから I'm counting on you だったら君に任せるよって意味なので、よろしく頼むよ、君に頼むよみたいな何かを託すのであれば I'm counting on you で、私だったら、直訳するんだったらそうするかなって思いますね。はい。Next。be 動詞 supposed to ほにゃらら。〇〇するはずだったのにですね。だから I was supposed to go back。千秋が帰らなきゃいけなかったのに。過去形にすると、予定や義務があったのに実際にはしなかったというギャップを表すことができますね。だから言い訳とか後悔を話すときに使える構文です。I was supposed to go back. I was supposed to do my homework, but my house caught on fire. とか、宿題をしなきゃいけなかったんだけど家が火事になっちゃったとか、I was supposed to pay my bills,But I got sick and couldn't work a single day, so I didn't get a paycheck. とか、ちょっと長くなっちゃったんですけど、I was supposed to pay my bills は、請求書、払わなきゃいけなかったんだけど、風邪をひいてしまって、お給料が入って、仕事を休んだので、お給料が入ってこなかったので、払えませんでした。I was supposed to go back. はい、I was supposed to pay my bills. I was supposed to do my homework.You とか多分使います。You were supposed to do your homework とか、なんだろう。supposed to をつけることによって結構強調されるものがあるんですよね。例えば、2人で住んでて、家を出て帰ってきたら、玄関の鍵が開いてたとするじゃないですか。そしたら、なんで鍵開いてんの？You were supposed to lock the door みたいな。いや、あなたが鍵を閉めなきゃいけないはずだったじゃんみたいな。結構強調されますね。あなたみたいな感じが。You were supposed to do it。あなたがするべき人間だったでしょみたいなニュアンスで You were supposed to do it とかも使います。はい、supposed to ですね。次。Before I knew it. Before I knew it はいつの間にかとかあっという間にですね。直訳すると私がそれを知る前に Before I knew it なんですけど、この場合いつの間にか夏になってたという意味になります。いつの間にか。だから、Before I knew it, I was in my 20s とかもういつの間にか20代になってたとか Before I knew it, なんだろうなThe concert was so fun. Before I knew it, it was over. コンサートがもうめちゃくちゃ楽しくて、もういつの間にか終わってたとか、あっという間に終わってた。Before I knew it. はい。もう気づく前にね。ですね。Before I knew it. はい。Now let's practice this week's phrase, the pronunciation. 未来へ帰ってみてね。もうなくなったり燃えたりしない。千秋の時代にも残ってるようになんとかしてみる。ああ、よろしく頼むよ。帰らなきゃいけなかったのに、いつの間にか夏になった。お前らといるのがあんまり楽しくてさ。So in English, that painting, go back to the future and enjoy it. It's not going to get lost or burned anymore. I'll do my best to make sure it's there for you in your era. Sure, I'd appreciate that. I was supposed to go back, but before I knew it, it was summer.I was just having too much fun with you guys. One more time. That painting, go back to the future and enjoy it. It's not going to get lost or burned anymore. I'll do my best to make sure it's there for you in your era. Sure, I'd appreciate that. I was supposed to go back, but before I knew it, it was summer. I was just having too much fun with you guys. Hi, so pronunciation tips. In your era, in your era, in your era.In your era. In your era, I would say just make it one word, your era. ベロを丸めて、弱えわって言ってる感じですよね。your era. わかります？ちょっと in your era. 弱えわ。めっちゃっぽくないですか？ your era. 弱えわ。your era ですね。in your era ってぐらい your era は結構ずっと
ベロがくるんって、なってます。次、appreciate. Put a lot of emphasis on the P, the appreciate ですね。結構プリティの時のなんか P と R が続くので、プリティのプリティの結構発音と似てますね。appreciate も難しいですか？ appreciate sheet なんか C と8の間でちゃんと8を置き直すっていう感覚があります。appreciate ってなんかちょっと流すんじゃなくて appreciate ってなんか8のところをなんかもう一段階ちゃんと声を出して言いに行くって考えると言いやすいですね。appreciate はいです。アニメイングリッシュクラブ with サリー・アマキ。 Now looking back at the series or the movie, whatever I want to say about this title. Hi, The Girl Who Leapt Through Time. If I were to leap through time, does she have like 100 tries? You know what I would do? I would first of all live my life without going back in time. And I would live up to like maybe, I don't know, 120 or something. I'd see how good I am at this life thing. この人生というものに対して私がそのなんかタイムリープとかしなかったらどうなるのかっていうのも気になるので、一回はタイムリープせずに120歳まで行きます。はい。I'm gonna not use the time leap until I'm on my deathbed. And then right as I'm about to die, I would go back in time, let's say maybe 3. Would I have the same knowledge? I'd have my knowledge, right? Okay, so I'd have like the knowledge of a 120-year-old as a 3-year-old. So then what I would be is I would become a very successful child actor. Yeah. Child actors are huge in Japan. There's one like every 3 to 5 years, right? Yeah, and oh my gosh, there is not a day that you do not see them on TV or on magazines. The thing about child actors in Japan is they're very mature for their age. Like that's part of their popularity. They kind of talk as if they are adults. But if I were to time leap and if I were to become a very successful child actor, I would not be mature. Like I would purposely act the most childish way that I can so that people would like, I don't know, would take care of me. Because I feel very bad for these child actors in Japan because sometimes they're so mature that they have adult haters because they're so mature. They're like, oh my god, they're so mature for their age. I don't like it, you know? Like there's adult haters to these children. I know. It's crazy. But if I were to be a child actor, I would use being a child for me. I'd be like, hey, I don't know anything. Hi. You know, I'd be that kind of child actor. And because I would have a knowledge of a 120-year-old, I would not be fazed by everything that goes behind closed doors, you know? Because I hear that a lot of child actors, their mental state kind of goes down because of what they experience as a child. But I'm going to experience that as a grandma. So I'm going to be like, nothing phases me, you know? It's going to be great. And then once I'm done with that, I'm going to time leap back again. And then, I don't know, maybe I'd start playing the guitar and, like, join a band. Yeah. While I'm doing that, I would also buy all the lottery. I'd, keep track of all the winning lottery numbers and everything. And yeah, I'd be very rich from that as well. Yeah, so, I don't know. Makoto, I feel like there were better ways to use her time leap skills or power. But as Chiaki said in the movie, he was like, I'm glad someone stupid picked it up because I was afraid that they were going to like use the time leap machine for bad. But I'm glad somebody stupid enough, like as yourself, used it in some like such small things. But yeah.
How many times did I time leap? 3 times already? And I have 97 more? Damn. You know what I would do? I might use it like 5 times on very small things as well. Sometimes, I'm very good with being able to keep my mouth shut towards people who are mean to me, you know, and then I'd go back home and then I'd like punch a pillow or something. But usually I wouldn't really, you know, tell them straight to their face how terrible they are, because I hope that they continue living that way so that everybody else would hate them as well, you know. I'm not going to put them on the right track, you know. If you're mean to me, keep being mean so that, you know, one day you'll be isolated and you'll die alone. But anyway, but I don't know, maybe I'd say all these mean things back to them and see how they react, and then I'd like leap back to like 10 minutes ago and be like, okay, sorry, you know. Yeah. That's what I would do. What else? What else is there? タイムリープしてなんか他にやるべきことってありますかね？パラシュートなしで飛行機から飛び降りるとか。なんかもう絶対無理じゃないですか。この人生において。やりたいですね。そういうこともやってみたいし、あとなんだろう。何ができる？でもなんか、未来にも行けるんでしたっけ？過去だけですか？あ、未来に帰れるか。そっか。じゃあ天才子役時代だけ味わって、その先の中の私中高大学生めちゃくちゃ勉強頑張ってたんですよ。もうあそこまで徹夜したくないので、天才子役を経たらちょっと20代にタイムリープします。もうちょっと無理、さすがに。もう一度あれ全部覚えろとか言われたらもう無理ですもん。しかもほとんどなんか一夜漬けなので、なんかもう一回やったから分かってるでしょとか言われても分かんないので、はい、ちょっとね、20代で。その場合、天才子役だった自分が中高大を経た20代の周りになるんですか？まあそこがちょっと分かんないですよね。それだったら嫌ですね。なんか私孤立してそうですもん。そもそも、はい。千秋がもともとそのタイムリープする前にいくつだったかも分かんないし。あ、めちゃくちゃおじいちゃんなんじゃないですかね。だってその年齢が戻ってる可能性もあるんですけど、でもそもそも年齢が戻ってるんだったら、はい、その見たかった絵は見れてるはずじゃないですか。その当時生きてたんだったら。はい。だから、向こうであの年齢だった状態でタイムリープしてるかもしれないですよね。だそうなると天木さんの使い方は使えないかもしれない。このまま20年前とかに戻るんですか？それちょっと無理です。私めちゃくちゃ携帯依存症なんですよ。めちゃくちゃ携帯ずっと見てるので、なんかこのままの知識のまま20年前に戻っても何の意味もない。だって、はい。だって、その場合、今、SNS 時代の結構 SNS 駆使してる年代にいるんですよ。でも戻って SNS が始まる頃に戻ったらもうなんかおばあちゃんじゃないですか。だからなんか私もフィルター、ワンちゃんのフィルターとかつけたいですもん。現役でワンちゃんのフィルターつけたいので、はい。それちょっとそういう話変わってきます。それだったら未来に行きます。10年後ぐらいの未来に行って、なんか美容系インフルエンサーになります。はい。なんかもう10歳先の年齢なのにもかかわらずまだこの肌の張りみたいな感じで秘密を教えましょうみたいな。ね、10年くらいだったらまだ周り誰もお亡くなりになってないと思うんですので、はい、10年先に行ってね、やりたいと思います。それを。ありがとうございます。ということで、enough of my future talks.That is it for this episode of the Anime English Club. In the next episode, we are going to talk about Summer Wars or Summer Wars. You can listen to Anime English Club as a podcast and on YouTube, where you can follow along with transcripts and subtitles.
You can adjust the speed however you want and listen as many times as you need to get comfortable with English. Listening over and over is really the key to mastering any language. For Japanese and English subtitles, go to youtube.com/@anime-english-club or just search by the title.And the Anime English Club wants to hear from you. So please let us know any anime you'd like us to cover, or for specific lines, please tell us whose line it is and which episode it's from, or just any general English questions. We want to hear from you. So please email us at aec@1242.com. That is aec@1242.com. You can email me in either Japanese or English. メールは日本語でも英語でも大丈夫です。ということで、リスナーの皆様の中にもしタイムリーパーがいるよっていう方は挙手していただけるとね、2、3回数私に分けてくださらないでしょうかという気持ちでございますので、コメント欄までお待ちしております。では、また来週お会いしましょう。またね。From the Nippon Hoso Podcast Station, this is the Anime English Club, hosted by me, Sally Amaki.This episode was written by Naoki Nakamura, edited by Nana Yoshimura, directed by Hiroshi Kochi, all from Waltz Inc. Our executive producer is Shiori Tanaka for Nippon Broadcasting System Japan.